そのね、グリーンモンスのね、一番のね、思い出っていうのはね、これもまたアクシデントなんですよね。撮影中に、ロープを持って、2、3回揺れれば到達するから、そこにポンと降りてくださいねっていうね、そんな指示があって、で、その通りやって、手が滑ってホリゾントの裏に落っこっちゃったからね。それが一つとね、あと、ガードレールを止めてる釘がね、こう、下から止めるから上にこう、剥き出してた、そこに僕が、まあ、こう、立つ位置を間違ってそこに飛んじゃったんでしょうね。それも飛び降りたから、結局、僕、とにかく視線がね、視野が狭いから、本当にね、寸法通り行かないんですよね。だからそれで間違ってガードレールの上に、たまたま足が降りちゃったんで、そしたら釘がね、出てたんですよね。もう、これがね、ブスーってね、靴の、また、ウルトラマンの靴の底も薄いんですよ。そうですよ。もう何もかもね、そういうのが重なってね、今も足に残ってますけどね、こう、どちらの釘を、左なんですけどね、こう、痛かったですね、これは。もう、ウルトラマン仮面の中で、うわーっと思ったんですよ。声はまあ外に出なかったですけどね。それで一回カメラは止められたんですいやいや、全然。だって、そういう痛さ分かってないですから。カメラ覗いてる。それはないですよ。で、ある程度、終わりまで、位置を決めた、までやって、それでカット。で、操演の人に、ちょっと踏み抜け、釘がね、踏み抜けたみたいだから、ちょっと見てよってね、靴してみた。やっぱり。いや、トゲだって足の裏とか痛いですからね。どのぐらいいや、みんな靴履いてるから、全然そういう感じではないんですよ。見てる人は。ウルトラマンは、その直旅の改造そこがあるからね、別にそんな、飛んだって別に釘刺すわけねえよね、みたいな、そういう感じはあるんでしょうね。でもまあ僕が行って、ちょっと、まあ、疎遠の方にね、疎遠の方が持って、釘はとりあえず、トンカチで叩いて、それで赤字塗って、それで終わりという、そういう。刺さって抜けたんですか？抜けました。要するに、こう、尖ってるところへこう行ったんですから、こう抜けて、ここにはまだ、今だったら破傷風とかそうだ。それで、昔で言う、トンカチで叩けと。ね、ばい菌を出せという、そういう処理をして、赤字に塗って、それで終わりですよ。で、また撮影やったんですよ。そういうね、グリーンモンスのね、思い出がありますね。最初から痛い思い出を。で、相手に手とか足とかがないんで、これはやりにくい。演じられていたのが、中村春樹さん。やりにくいんですよ。掴むとこがなくて。手もないしね、足もないしね。片方、翼のような。もう片方の手で頭を操演って今自分でこう動かすようになったんですよね。で、顔が足の方にあるという。そう。だから、ユニークなデザイン。触ってもどこ触っていいかね、っていう、そんな、戦いにくい相手でしたね。で、まあ、なんか毒水をこうかけられたりね、非常に最初からひどい目に遭いましたね。もう、こんなことじゃ俺、命あっても立てかなっていう、そんな風に思いましたよ。最初はひどい撮影でしたね。僕にとってはね。慣れないし、現場も慣れてないしね。で、かけるね、グリーンの水もね、何なんだろうっていう。どうやって出してるんですかね。あれ、ウシャってこうやってんじゃないですか。うん。まあ、それしかないですよ。方にこう、噴射してて。で、それでこう苦しむ描写ありますかね。です。だからね、あれだって水に何を溶かしたんだかわかんない。だから、
みんなそれぞれね、知らない、最初に現場知らないから、何をやっていいんだかわかんないです。僕もそうだし、怪我はするしね、背中にね、最初は、電池を積んでたんですよ。はい。背中に。後々変わりますけど、その当時、最初は、背中に電池を、また昔の電池だから大きい電池で、それを背中のヒレのところでね、こう、わかんないようにこう、積んでたんですけど、で、トリオの塔に落ちた。その時に背中を打ったんですね。背中から落ちたんで、ちょうど電池に当たったんですよ。これがまたね、痛かったんですよね。それで、その当時のね、最初の記伝のね、人に言って、こう、どっか他に入れるところないですかって話をしながら、でやっぱり脇の下が一番痛かったです。脇の下だったら大丈夫だからって、脇の下になったんですよ。ここにちょっと、ちょっと膨らみあるでしょ。だそこなら大丈夫だ。さらに後のね、衣装になりますと、胸の内側に移動して。小さいからね。小さくなってきたから。胸がこう、割と、そう。初期の、最初のウルトラマンの衣装っていうのは本当に体に。はい。ビンさんの体のライン上そうです。同じような。そうです。だから胸はそんなに出てなかったんですね。いわゆる C タイプという。そうです。もう、胸がね、すごい。筋肉をつけて。この間にこう、電池ボックスも入れたんですよ。そういう意味ではね、本当手探りでやってましたんで、だから電池もね、背中じゃなくて脇に置いたのが良かったですね。まあそういうふうに、徐々に改良が。まあ、要するに、倉方さんとかね、沼りさんとか、もういろんな方がやっぱりこう、そういう工夫でね、いろんな風に変えてそういう意味ではね、最初からまあ大変でしたね。僕たちはもう、ウルトラマンのこの覗き穴といいますか、黒い点がね、あるっていうのを知ってから、ずっと知って見てるわけですから、あれが表情になってるというか、あれがないと逆にちょっとちょっとなんとなく寂しいなと思うわけですけれども、でも、ね、新ウルトラマンは楽しみです。この動画の、公開の時どうなってるかわかりませんけれども、はい、新ウルトラはね、中に入って見るわけでもないからいいんじゃないかな。黒い点はないという話がありますが、ないでしょ、もちろんね。成田さんの最初の衣装を、そこでは守られるということですね。ただ僕らは、ビンさんがやられていた初代ウルトラマンから、あの点がね、僕らはポイントになっているように感じてしまうんです。あれがね、39本と、あと55年経って、ね、ずっとですからね。これやっぱり頭にすられているからね。あとはさっきのお話になったその目の光ですね。特にこのライトシーンでしたので、グリーンモンスのここにも、なんていうんですかね、顔といいますか。ありましたね。下の顔にも目が光ってありましたね。ウルトラマンもカラータイマーと目が光ってて、あれが夜の摩天楼の大都会にすごいかっこよく見えるんですよ。当時はみんな白黒ですよね。ご覧になってた方はと思います。ね。だから色は出てないんでね。ただ暗いシーンに目が光ってるのが白黒でも。ねえ、かっこよかったですね。逆にカラーじゃなくてかっこよかったかもしれない。だからそういう意味でね。アクシデントは大変な思いをされてるわけです。でもカラーのテレビ見たときは、かっこいいなと思いましたね。そういう意味ではやっぱり、これからどうやってこのウルトラマンを演じていくのかっていう、そのことがやっぱりグリーンモンスとその3本ね、バルタンとネロンガと、濃縮されたその3本ですね。僕にとってはね、いろんな危険とかね、怖いとかね、いっぱいありましたけどね。